皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1998年にバンダイから発売された、超合金魂、グレートマジンガーの初期装備パーツをメインに紹介します。グレートマジンガーの超合金発売から24年後に一新された超合金で、超合金魂の第2弾として、超合金魂、マジンガー Z の約1年後の1998年11月に7800円で販売されました。超合金魂、グレートマジンガー、360度回転、超合金魂、グレートマジンガー、スクランブルダッシュ、超合金魂、グレートマジンガー、アトミックパンチ、発射、超合金魂、グレートマジンガー、ファイアーオン、マジンガー Z の続編として、1974年9月8日から1975年9月28日まで放送された全56話の作品で、マジンガー Z の92話よりも36話少ないものの、マジンガー Z のファンがそのままシフトして平均視聴率 22.8% と、マジンガー Z の平均視聴率 22.1% と、ほとんど変わらない数字を維持します。厳密には、グレートマジンガーのデビューは、映画、マジンガー Z 対暗黒大将軍で、9月1日のマジンガー Z 最終回よりも、はるかに早い、7月25日に、劇場で公開され、すでに、グレートマジンガーを知っていた子供もいた、当時としては、かなり、変わったメディアミックスで、登場したスーパーロボットでした。グレートマジンガーは、マジンガー Z の生みの親、カブト、重蔵博士の息子で、カブト浩二の父親、カブト健三が作ったスーパーロボットで、身長は、マジンガー Z よりも7メートルも高い、25メートル、重量が32トン、そのボディは、超合金 Z より、軽く4倍の強度の、超合金に UZ で、高視力エネルギーの高視力エンジンで動き、最高出力は90万馬力で、強化され130万馬力までアップします。背中には、収縮可能な翼、スクランブルダッシュを装備していて、飛行速度はマッハ4で、最高限界高度は5万メートル、潜水限界深度は8000メートルまで潜れます。グレートマジンガーとマジンガー Z の超合金魂の身長差はこれくらいで作られていますけども、設定通りに18メートルと25メートルの倍率で表示するとこんな感じになります。ダブルマジンガーとして並んでもこれほどの差で書かれていないので、グレートの設定を20メートルくらいに下げた方がいいのではと個人的には思います。ブレンダイザーが30メートルなのも画面で並ぶと合いません。スクランブルダッシュはマジンガー Z のジェットスクランダーが色や形状をモチーフにしたデビルマンのデビルウィングのように何もない背中から翼が現れて展開する翼を持っています。ですが完全にない場合と完全に収納されないでエンジン部分と翼が最も収納されただけの場合があります。おそらくそれが正しくてエンジンが体内に収納されているのは物理的にかなり無理がある気がします。超合金魂、グレートマジンガーは何もない背中にマグネットで丸い穴に接合する方式で、スクランブルダッシュのエンジン部分にある同色のボタンを押すと翼が飛び出して伸びます。また、スクランブルダッシュはジェットスクランダーのような可変翼ではないという解釈が玩具などの定番になっているので、超合金魂、グレートマジンガーも可変しませんが、アニメでは第1話や映画で翼が下に下がった状態の姿が見られます。いずれも書き間違いなのですけども、設定でカバーするのも70年代のアニメの味かもしれません。また、飛行時に出てくるかかとの垂直尾翼も超合金魂は可動ギミックで再現していて、足首の関節の後方を上に曲げると尾翼が飛び出します。グレートマジンガーはロケットパンチに相当する武器をアトミックパンチとネーミングしていますけども、アトミックとは原子力の意味で高視力のグレートなのに少しおかしなネーミングです。名前は別にしてアトミックパンチはロケットパンチの4倍のパワーで設定的には回転して飛ぶのが正しいようですが、アニメでは回転しないことも多く見られます。超合金魂、グレートマジンガーも発射スイッチを超合金時代と異なり、マグネモ鋼鉄ジーグのように見た目的にわかりにくいスイッチにしたので、撮影には向かないので、ギミックの発射を
後方からのアングルで、動画では、横位置のアトミックパンチの発射をご覧ください。超合金魂、グレートマジンガーも、箱に最終試作品の写真が使用されていますので、製品版と比較してみます。最も違うのは、腕と足の紺色が、メタリックで少しターブルが入った塗装に変更されています。ネーブルミサイル発射口の五角形のパーツが、試作品は腰のブラックの面より少し奥にあり、製品版は額に少し出ています。ブレーンコンドルのコックピットは、額にライトパープルですが製品版は、メタリックのライトブルーです。グレートマジンガーは、腹部からミサイルは出さずに、ネーブル、つまりへそという意味ですが、ロボットにへそというのも変な感じですけども、へその五角形の部分が開き、小型ですが、マジンガー Z のミサイルパンチの3倍の威力のミサイルを発射できます。超合金魂、グレートマジンガーは、開閉部分は、交換式で、五角形のハッチのパーツを外して、ミサイルを装填して、腰の横にある同色のボタンで発射できるので、その発射をご覧ください。ブレーンコンドルは2種類が付属していて、右側がファイヤーオンが可能な機体で、コックピット部分がファイヤーオン後の回転した状態になっています。左側はブレーンコンドルとしては飛行状態時のコックピットになっていますが、超合金魂、グレートマジンガーの頭部には、形状的にもファイヤーオンはできません。なので、ブレーンコンドルのファイヤーオンを動画で再現してみましたので、ご覧ください。20年以上経つので、すっかり忘れて、超合金魂、マジンガー Z で、普通に紹介してしまったジェットカイルダーは、この超合金魂、グレートマジンガーを買わないとついていませんでした。グレートマジンガーの箱を見て思い出しました。疑問に思っていた方がいましたら、すいませんでした。バンダイさんも、付け忘れたのか、今だと、ドリルミサイルを付けておいて、ジェットカイルダーを付属しないということは、考えにくいのですけども、当時は、そうだったみたいです。超合金魂、グレートマジンガーのブレストバーンはマグネットでボディに装着されているので、グレートブーメランとして脱着が可能で、手を交換することで持たすことができます。マジンガーブレードも足に収納はできませんが、メタリック塗装の剣が2本付属していて、手に持たすことが可能になっています。また、手首から先を交換すると、サンダーブレイクのポージングが可能です。超合金魂、マジンガー Z に続いて、販売された、超合金魂、グレートマジンガーも売れて、翌年の販売になる GX03 超電磁ロボコンバトラー V につながり、1年に1体のリリース期間が2001年まで続きましたが、年に複数の超合金魂のリリースに成功して軌道に乗ります。すべての超合金が大事ですけども、このグレートマジンガーがなく、マジンガー Z だけではシリーズにはなっていないので、少年の心を持った大人たちへの中に、ダブルマジンガーが健在だったのは GX106 までシリーズが続いていることが証明してくれています。そんなグレートマジンガーの超合金では再現できなかった細部も商品化した偉大な勇者バンダイ超合金魂グレートマジンガーの初期装備編の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。